エクレアを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、冷凍パイシートを使ってエクレアを作りたいと思います。一見ね、難しそうに思えるエクレアなんですけれども、今回は冷凍パイシートを活用して作るので、通常よりはね、簡単に作ることができます。さらにですね、火も使わずに電子レンジとあとはオーブンだけで仕上げていきたいと思います。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにエクレアの生地の材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍パイシート、卵、無塩バター、お水、塩、こちらの5つの材料で生地を作っていきます。まず冷凍パイシートなんですが、こちらは解凍した状態で作業し始めるようにしてください。そして卵に関しましては、こちらは材料では2つなんですけれども、卵もですね、グラム数がバラバラなので、生地の硬さを見ながら量は調整してください。この卵に関しましては、必ず常温に戻した状態で使ってください。そしてバターですね、こちらは無塩バターを使用してください。バターはですね、冷たい状態のものを使用していただいてOK です。それでは続いて中に入れるカスタードクリームと、あとは表面のねトッピングのチョコレートの材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、グラニュー糖、薄力粉、卵、バニラペースト、チョコレート、こちらの材料を使って作っていきます。まずグラニュー糖に関しましては、こちらはお好みの糖類で作っていただいて OK です。卵に関しましては M サイズの卵を使用していきます。そして香り付けにですね、今回バニラペーストを入れるんですが、こちらバニラオイルやバニラエッセンスで代用していただいても OK です。そして上のチョコレートに関しましては、こちらはお好みのチョコレートを使って作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにカスタードクリームから作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。カスタードクリームに関しましては電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。そしたらね、一度卵を溶きほぐします。溶きほぐしたらここにグラニュー糖を加えてすぐ混ぜてください。そしたらですね、ここに牛乳をですね、4分の1ぐらい加えてください。大体で大丈夫です。そしてよく混ぜます。これでですね、グラニュー糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。はい、そして混ざったらここに薄力粉を加えます。薄力粉なんですが、必ずね、ふるって加えるようにしてください。かつですね、牛乳を全部入れた後に薄力粉を入れてしまうとダマになりやすいので、牛乳を全部加える前に薄力粉をふるってください。そしてよく混ぜましょう。ダマができないようにね、しっかり混ぜてください。はい、よく混ざれば OK です。そしたら残りの牛乳をすべて加えましょう。そしてよく混ぜます。はい、でよく混ざったら最後にですね、バニラペーストを加えます。バニラオイルを使う場合はこのタイミングでね、入れてください。バニラエッセンスの場合は加熱するとね、香りが飛んでしまいますので、全部加熱し終わった後に加えるようにしてください。それでよく混ぜましょう。はい、でこれでよく混ざったらふわっとラップをします。そして1箇所ね、空気の出入り口を作っておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、加熱しました。ラップを外します。そして一度よく混ぜてください。まだね、シャバシャバの状態です。これで一度ね、生地の温度をなじませます。そしてよく混ぜたらもう一度ラップをします。そして今度は電子レンジ 600W で1分加熱してください。はい、1分加熱しました。またラップを外します。そうするとね、このようにちょっと固まっている状態になります。そしたらこちらをね、よく混ぜてください。ダマにならないようにね、しっかり混ぜましょう。はい、このようにね、とろっとすれば OK です。それではもう一度ラップをして、また同じように電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。ラップを外します。そうするとね、このように全体が固まっている状態です。これを一度よく混ぜましょう。ボウルが結構熱くなってるので、やけどしないようにね、注意してください。
はい、これで滑らかになれば OK です。そしたら最後仕上げですね。もう一度ラップをかけて、これで電子レンジ 600W で40秒加熱してください。はい、40秒加熱しました。ラップを外します。そしてまた泡立て器でしっかり混ぜましょう。滑らかになれば OK です。そしたらこの縁の部分についた部分を落としてください。そしてこの表面にピタッとラップを貼り付けます。ちなみにですね、バニラエッセンスはこのタイミングでね、入れるようにしてください。そしたら別のボウルに氷水を用意して、そしてボウルを当てます。このままですね、カスタードクリームは急速に冷やすようにしてください。そのままの状態で冷やしておくと、カスタードクリームが傷んでしまいますので、必ず氷水に当てて急速に冷やすようにしてください。そしてカスタードクリームが冷えたら、その後は冷蔵庫で冷やしておきましょう。それではですね、エクレアの生地を作っていきます。まずはじめにボウルに卵を割り入れます。そしてしっかり溶きほぐしてください。卵はこのように一番初めに溶きほぐしておいてください。それでは続いてバターを切っていきます。バターをですね、1センチ角ぐらいの大きさに切ってください。はい、これで OK です。そしたらね、ボウルの中にパイシートをちぎって入れてください。適当にこんな感じでね、ちぎって入れてください。包丁とかでね、切っていただいても OK です。そしたらここにバターを入れます。あとはお水をかけて、塩をね、1つまみの半分ぐらいですね、ほんのちょっと加えます。そしたらラップをして、そしてこちらを電子レンジ 600W で1分加熱してください。はい、1分加熱しました。ラップを外します。そしてこちらを一度ね、よく混ぜてください。最初はね、ちょっとこのように分離してると思うんですが、このようにパイシートを押しつぶしながらね、混ぜてみてください。そうするとだんだん馴染んできます。はい、 OK です。このね、水っぽさがなくなれば OK です。まだちょっとね、分離してる感じがあるんですが、この状態で大丈夫です。そしたらもう一度ラップをします。そしてこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。ラップを外します。そしたらね、もう一度よく練り混ぜてください。そうするとね、先ほどよりもね、しっかり混ざってくると思います。はい、このようにね、だんだん分離してた生地がまとまってきます。しっかりね、練り混ぜてください。はい、 OK です。しっかり混ぜるとこのようにひとまとまりになってきます。そしたらね、最後もう一度ですね、ラップをかけて、こちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。ラップを外します。そしたらね、もう一度しっかりね、練り混ぜてください。はい、そうするとね、このように生地にちょっとツヤが出てきて、そして生地自体もね、滑らかな状態になります。そしたら続いてこちらに卵液を入れていきます。卵液はね、生地の硬さを見ながら調整するので、必ず少しずつ加えて生地の硬さを調整してください。まずちょっと加えます。これをしっかり練り混ぜていきます。このように混ざったらまた加えます。これでまたしっかり混ぜましょう。また馴染んだら加えます。そして混ぜます。はい、で馴染んだらまた加えてください。はい、でだんだんね、生地も柔らかくなってきます。また加えます。そして混ぜましょう。はい、そしてまた加えます。はい、でだんだんね、柔らかくなってきました。もうちょっとね、柔らかくしたいので、あと少しだけ加えます。このぐらいのね、生地になったらまたね、少しずつ卵液を加えて調整してください。はい、 OK です。
このように生地にさらにツヤが出て、ゴムベラで生地をね持ち上げた時にこの先端の部分が逆三角形になってれば OK です。このぐらいのね生地の硬さを目安にしてみてください。今ね卵液はこのぐらい余ってる状態です。こちら余った卵液は後ほど使っていくのでこのまま置いておいてください。それではね絞り袋を用意してください。先端はねこのように丸い口金を使っていきます。そしたら少し細長めの容器にセットします。そして生地を入れましょう。はい、で空気をねしっかり抜きながら先端に寄せていきます。生地の準備はこれで OK です。そしたらね天板を用意してください。この上にオーブンシートまたはクッキングシートを敷きます。そしてここに絞りましょう。はい、このように絞っていきます。ちょっとね間隔を空けて絞ってください。はい、 OK です。このように絞ります。今回の分量でだいたい10本分ぐらいになります。そしたらですねフォークなどを用意してください。ここに軽く卵液をつけて、そして表面にねこのように軽く線をつけます。はい、こんな感じ。薄くねフォークで線をつけてください。はい、そして線をつけたら上にね卵液を塗ってください。はい、 OK です。そして卵液を塗り終わったら上からね霧吹きをかけます。こうしていただくとねしっかり膨らみます。乾燥した状態で焼いてしまうと膨らみが悪くなるので、必ずね霧吹きをしてから焼くようにしてください。それではこちらをですね190度に予熱したオーブンでまず20分焼いて、その後160度に温度を落としながら10分焼いてください。途中で扉を開けないようにだけ注意してください。はい、焼き上がりました。このようにねふっくらと焼き上がってます。途中でね扉などを開けてしまうと膨らまなくなってしまいますので、扉は開けずに焼くようにしてください。それではこのままこちらはしっかり粗熱を取ります。それでは続いてチョコレートを溶かしていきます。湯煎で溶かすので包丁で細かく刻んでください。はい、 OK です。そしたらボウルの中に入れてください。はい、このように入れておきます。では残りもね同じように細かく刻んでいきます。はい、で細かく刻んだら別のボウルにだいたい60度前後くらいのお湯を入れて、そしてボウルを置いて湯煎でチョコレートを溶かしていきましょう。チョコレート単品をね電子レンジで加熱すると焦げやすいので、このようにね湯煎で溶かしていただくと失敗なく作れると思います。はい、 OK です。このようにしっかり溶かしてください。チョコレートはこれで OK です。それではカスタードクリームもね最後仕上げていきます。このようにラップを外します。冷蔵庫で冷やすとねこんな感じで固まってるので、こちらを一度ほぐしてですね滑らかなクリーム状にしていきます。まずねゴムベラまたは泡立て器などを使って混ぜてください。はい、このようにねクリーム状になれば OK です。そしたら絞り袋を用意してください。少しね細めの穴の口金を使っていきます。これを細長い容器にはめ込みます。そしてカスタードクリームを入れましょう。クリームの準備はこれで OK です。ではね最後仕上げていきます。まずエクレアのねこの先端部分に穴を開けてください。菜箸などを使っていただくといいかなと思います。中はね空洞になってるのでこんな感じで穴を開けます。そしてここに口金を刺してクリームを絞ります。はい、こんな感じで絞ってください。ではね残りも同じようにクリームを絞っていきます。はい、このようにクリームを絞ってください。そしたら最後仕上げです。チョコレートをトッピングしていきます。この表面をチョコレートにくっつけます。こんな感じでチョコレートを表面にくっつけてください。それではね残りも同じようにチョコレートをくっつけていきます。チョコレートがね少し少なくなってきたらボウルをねこのように傾けてやっていただくとやりやすいと思います。はい、仕上がりました。あとはこのままチョコレートを乾かしてください。お好みでねここにナッツとかねかけていただいてもいいかなと思います。はい、これでエクレアの完成です。こんな感じに仕上がりました。
このようにエクレアの生地はサクサクで、中はクリームたっぷりで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。エクレアの生地がサックサクですごく美味しいです。そしてこのね、カスタードクリームとこのエクレアの生地の比率がもう最高です。美味しい。クリームもたっぷりです。コンビニとかでもね、エクレア売ってると思うんですが、出来たてはね、もう表面がサックサクですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のエクレアのポイントです。まずカスタードクリームのポイントです。カスタードクリームは材料を加えてその後電子レンジで加熱したらその都度よく混ぜるようにしてください。そして出来上がったカスタードに関しましては必ず氷水で急速に冷やしてください。カスタードはね、非常に傷みやすいのでそのまま冷まさないようにだけ注意していただけたらと思います。そして冷めたらですね、その後は冷蔵庫で冷やしておいてください。そしてエクレアの生地のポイントです。今回は冷凍パイシートを使って作りました。冷凍パイシートはね、通常半解凍の状態で使うことが多いんですけれども、柔らかくなるまでね、解凍してみてください。時期にもよりますが15分から30分あればね、解凍できると思います。そしてその後はですね、ボウルの中にパイシートをちぎって入れて、あとはバター、お水、そしてちょっとの塩を加えて電子レンジで加熱してください。パイシートを加熱して混ぜるときはですね、必ず少しずつ加熱してその都度よく混ぜるようにしてください。最初はちょっと分離して心配になってしまうと思うんですけれども、だんだん生地がひとまとまりになってきますので、しっかり混ぜるようにしてください。そしてその後ですね、卵液を入れるんですが、卵液はですね、必ず少しずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。卵の大きさによって適正な量が変わってきますので、少しずつ加えて生地の硬さを調整してください。目安としては生地を持ち上げた時にゴムベラに残った生地の先端が逆三角形になってるぐらいですね。そのぐらいになってれば OK です。卵液を入れすぎてしまうと元に戻れないので、ちょっと緩くなってきたらほんの少しずつ卵液を入れて調整してください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、まず表面にフォークでちょっと跡をつけて、そして卵液を塗ってください。そして卵液を塗り終わったら必ず霧吹きをかけて焼くようにしてください。表面が乾いてしまうと膨らみにくくなってしまいますので、霧吹きのかけ忘れには注意していただけたらと思います。そして焼いてる最中なんですけれども、オーブンの扉を途中で開けてしまうとそれ以上膨らまなくなってしまいますので、扉は閉めたまま焼くようにしてください。そして焼き上がったら、あとは粗熱を取って中にカスタードクリームを絞って、そして表面にチョコレートをつけて仕上げてみてください。トッピングはね、今回シンプルにチョコレートだけなんですが、いろんなねトッピングもあると思いますので、こちらはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はエクレアを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。